一房のぶどう。有島武雄。そんな風にして1時間が経ちました。なんだかみんな内緒話でもしているようだと思いながら1時間が経ちました。教室を出る鐘が鳴ったので、僕はほっと安心してため息をつきました。けれども先生が言ってしまうと、僕は僕のクラスで一番大きな、そしてよくできる生徒に、ちょっとこっちにおいで、と肘のところをつかまれていました。僕の胸は宿題を怠けたのに先生に名前を呼ばれた時のように、思わずドキッと震え始めました。けれども僕はできるだけ知らないふりをしていなければならないと思って、わざと平気な顔をしたつもりで、仕方なしに運動場の隅に連れて行かれました。君はジムの絵の具を持っているだろう？ここに出したまえ。そう言って、その生徒は僕の前に大きく広げた手を突き出しました。そう言われると僕はかえって心が落ち着いて、そんなもの僕持っていない。と、ついでたらめを言ってしまいました。そうすると、3、4人の友達と一緒に僕のそばに来ていたジムが、少し言葉を震わせながら、こう言い返しました。僕は昼休みの前にちゃんと絵の具箱を調べておいたんだよ。一つもなくなってはいなかったんだよ。そして昼休みが済んだら2つなくなっていたんだよ。そして休みの時間に教室にいたのは君だけじゃないか。僕はもうダメだと思うと、急に頭の中に血が流れ込んできて、顔が真っ赤になったようでした。すると誰だったかそこに立っていた一人が、いきなり僕のポケットに手を差し込もうとしました。僕は一生懸命にそうはさせまいとしましたけれども、多勢に無勢でとても叶いません。僕のポケットの中からは、みるみるうちに、ビー玉や鉛のめんこなどと一緒に、2つの絵の具の塊がつかみ出されてしまいました。それ見ろと言わんばかりの顔をして、子供たちは憎らしそうに僕の顔を睨みつけました。僕の体は一人でにブルブル震えて、目の前が真っ暗になるようでした。いいお天気なのに、みんな休み時間を楽しそうに遊び回っているのに、僕だけは本当に心からしおれてしまいました。なぜあんなことをしてしまったんだろう。取り返しのつかないことになってしまった。僕はもうダメだ。
そんなことを思うと、弱虫だった僕は寂しく悲しくなってきて、しくしくと泣き出してしまいました。泣いて脅したってダメだよ。と、よくできる大きな子が、馬鹿にするような、憎み切ったような声で言って、動くまいとする僕を、みんなで寄ってたかって2階に引っ張って行こうとしました。僕はできるだけ行くまいとしたけれど、とうとう力任せに引きずられて、階段を登らされてしまいました。そこには僕の好きな担任の先生の部屋があるのです。やがてその部屋の戸をジムがノックしました。中からは優しく、お入りという先生の声が聞こえました。僕はその部屋に入るときほど嫌だと思ったことはありません。何か書き物をしていた先生は、どやどやと入ってきた僕たちを見ると、少し驚いたようでした。が、女なのに男のように首のところでぷつりと切った髪の毛を、右の手で撫で上げながら、いつもの通りの優しい顔をこちらに向けて、ちょっと首をかしげただけで、何のご用だという様子をなさいました。そうすると、よくできる大きな子が前に出て、僕がジムの絵の具を取ったことを詳しく先生に言いつけました。先生は少し曇った顔つきをして、真面目にみんなの顔や半分泣きかかっている僕の顔を見比べていらっしゃいましたが、僕に、それは本当ですかと聞かれました。本当なんだけれども、僕がそんな嫌なやつだということを僕の好きな先生に知られるのがどうしても辛かったのです。だから僕は答える代わりに本当に泣き出してしまいました。先生はしばらく僕を見つめていましたが、やがて生徒たちに向かって静かに、もう行ってもいいです。と言ってみんなを返してしまいました。生徒たちは少し物足りなそうに、どやどやと下に降りていってしまいました。先生は少しの間何も言わずに、僕の方も向かずに、自分の手の爪を見つめていました。が、やがて静かに立ってきて、僕の肩のところを抱きしめて、絵の具はもう返しましたかと小さな声でおっしゃいました。僕は返したことをしっかり先生に知ってもらいたいので、深々とうなずいてみせました。あなたは自分のしたことを嫌なことだったと思っていますか？もう一度、そう先生が静かにおっしゃったときには、僕は
もうたまりませんでした。ブルブルと震えて仕方がない唇を噛みしめても噛みしめても泣き声が出て、目からは涙が流れてくるのです。もう先生に抱きしめられたまま死んでしまいたいような気持ちになってしまいました。あなたはもう泣くんじゃない。よくわかったらそれでいいから泣くのをやめましょう。ね。次の時間には教室に出なくてもよろしいから、私のこのお部屋にいなさい。静かにしてここにいなさい。私が教室から帰るまでここにいなさいよ。いい？とおっしゃりながら、僕を長椅子に座らせました。その時、また勉強の鐘が鳴りました。先生は机の上の本を取り上げて、僕の方を見ていらっしゃいましたが、2階の窓まで高く這い上がったぶどうのつるから一房の西洋ぶどうをもぎ取りました。そしてしくしくと泣き続けていた僕の膝の上にそれを置いて静かに部屋を出て行きました。